こんにちは、つれづれリメイク日和です。今回はセーターの前を開いてファスナーをつけましてカーディガンに変えてみました。こちら私の母のセーターなんですけれども、かなり大きくてそして重たいんですね。母もね、もうかなり高齢でして、ちょっとこの重たいセーターを普段着るにはきついそうなんですね。肩が凝っちゃうそうなんですね。それで今回前にファスナーをつけてみました。このセーターを前をファスナーに直すの思いのほか簡単にできますので、もし少し大きめの重たいセーターなどありましたらチャレンジしてみてください。今回使うものはこちらのセーターの他にオープンファスナーですね。開けましたら下でパカッと外れるファスナーです。こちらを使っていきます。それでこのファスナーがセーターの縦の長さよりも長すぎるとちょっと困りますので、セーターより若干短めのものをご用意ください。短すぎる部分にはですね、下の方を開けといていただければいいかなと思います。今回も少し短いので下を開けてあります。そうしましたら前の真ん中をハサミで切っていくんですけれども、ただ切ってしまうと端がほつれやすいので、切るところに接着テープを貼っていこうと思います。で、今回はこちらの接着の伸び止めテープを私持っていますので貼っていくんですけれども、もしねない方はこういう100円ショップの接着芯ですね、こちらを細く切って縦につなげて貼っていただければいいかなと思います。それではセーターの真ん中ですねを、寸法を測って調べてもいいですし、今回は下の柄のところがちょうど、真ん中が分かりますので、こちらからセーターの編み目をたどりまして待ち針を打ちました。そしてその上に先ほどの接着テープを乗せていきます。それで首のところはぐるっと回して裏側にもテープを貼りますので、その分長く残しておいて、そしてテープをアイロンで押さえていきます。この時ですね、あんまりアイロン直接しっかり当ててしまいますとセーターがね焦げたりしますので、ちょっと動かないようにしましたら、あとは当て布などしてください。先ほど残した襟元の裏側に回るテープですね、こちらも裏側にアイロンで貼っておきます。で、このテープなんですが、本当は裏側に貼った方がいいんですけれども、私は編み目の真ん中のラインがよく分かりやすいので表側に貼ってます。このテープが太すぎると後からはみ出してしまいますので、細く1センチぐらいにしてください。そうしましたらこのテープの真ん中を切っていきます。ちょっとねセーターにハサミを入れるの勇気いりますが、思い切って切っていきます。そうしましたらこちらにファスナーを合わせていきます。端を折りまして、この位置が首のどこに来るか、ここですね。しっかり確認しまして位置を合わせます。そしてファスナーと、先ほどのセーターのテープですね、テープのところに合い印を書いていきます。ですね、一緒に並べまして、ファスナーの両側ですねとテープの方もですね、両側、こちらに印をつけます。一番下のところも印をつけておきます。そうしましたらファスナーをバラバラに1本ずつにしまして、で間違いのないようにファスナーの持つところのついている方からやっていきましょう。これを裏返します。そして、先ほどの印を合わせながらセーターに乗せて待ち針を打っていきます。で、襟のところはですね、後からこの内側に入れ込みますので、ここは縫いませんので待ち針打たなくてもいいです。襟の下のところまで待ち針を打ちます。反対側のファスナーも裏返しまして、同じように待ち針で留めていきます。そしてここを今から縫っていきます。
今回はミシンで縫いますが、こちらもし手縫いの場合でしたら返し縫いがいいと思います。そしてミシンの押さえ金具はファスナー用の金具に変えてあります。それで端から 6mm のところを縫っています。これは5mm でも 6mm でもいいと思いますが、先ほどね貼ったテープが私表側に貼っているので、ちょっとそれが出るんじゃないかと心配で、ちょっと大きめに 6mm 取って縫っています。反対側も同様に縫います。ファスナーの持ち手ですね、あそこが出てきましたら避けて、縫ってはまた止めて、持ち手の位置をずらしてっていう感じで縫ってください。セーターの襟の重なっているところの手前で留めます。こんな風に縫いました。そうしましたら一度ファスナーを閉めてみてください。柄の位置がずれていないか、あとファスナーが開け閉めしにくくないかね、確認してください。もしね不都合があった場合はちょっと面倒ですが、この時点で付け直します。それでは襟元のところですね、この間にファスナーを挟んでいきたいので、少しこの端のところほどきます。セーターを切らないように注意して縫ってある糸だけとほどきます。ほどけましたら、先ほどのファスナーですね、こちらを続けてここに縫っていくんですが、これ最初にねほどいておいてミシンで続けて縫ってしまってもよかったんですが、細かいところなので今回ここは手縫いでやっていきます。ではファスナーの端の処理なんですが、ペタンと折りまして、そして斜めに折り上げます。そしてここを待ち針で留めて針で縫っていきます。先ほどのミシンの縫い目に続けて返し縫いをしていきます。ファスナーの端のところがかなり硬かったので、ここは切り落としておきます。そしてしっかり縫いましたら玉留めをして糸を切ります。そうしましたら、今縫ったところをくるんとファスナーが表向きになるように返しまして、そして裏側もセーターの端を内側に入れ込みまして、切れ端がですね出てこないように処理をします。この時ですね、ほどき方が足りないようでしたらもう少しほどいてみてください。縫い代分が裏側に来ますので、結構ねほどかないといけなかったですね。切ったところをですね全部内側に入れ込んで、このようにきれいに整えましたら、ここを縫っていきます。
これですね、祭り縫いで縫っていきます。裏側の見えないところから針を入れまして、玉結びを裏側に隠します。そして祭り縫いをしていきます。祭り縫いはですね、ファスナー側の布を少しすくいまして、そのまま斜めに、セーターの方を少し端っこをすくいますね。またファスナーの布を少しすくって、で下のセーターの布を少しすくいます。ファスナー側の布をすくって、そのまま斜めにですね針を入れて、セーターの布も一緒にすくっちゃうといいですね。はい、下の方まで来ましたら、先ほどねほどいてますので、そこをほどけてこないように、ここは決まりはないんですが、何かこう穴が開いているようなところがありましたら、そこを埋めるような感じで、はい、縫っていきます。で表側も見まして、何もなければいいですし、今回ですね結構こんな感じでループが飛び出てるんですね。多分私がほどいた糸でここを押さえてたんですね。ですのでここはなるべく目立たない色の糸、今回でしたらグレーの糸で、今回ですねチェーンステッチみたいな感じで他のところが来てますので、同じようにチェーンステッチでやっていきます。はい、でチェーンステッチの針を入れる穴をですねこのループの中に入れてほどけないようにしています。これもセーターによってねどういう風になってるかちょっと違いますのでね、必ずチェーンステッチでやるってわけではないんですが、とにかく目立たないように、そしてほどけないようにだけ考えてやってみてください。そして後ろ側で玉結びをします。そして玉結びの後は1目か2目縫ってから糸を切ります。はい、こんな風になりました。それで下のところはですね、このままですとベロンとファスナーの裏が出てきてしまいますので、ここも折り曲げて祭り縫いをしていきます。ファスナーの幅がですね均等に出るように待ち針で押さえておきます。そして裏側で祭り縫いをしていきます。はい、裾のところもきれいに祭りまして、そしてそこから縦のラインに入っていきます。でこの祭り縫いはですねあまりキュッときっちりね引っ張りますと表側になんとなく引きつりが目立ってしまいますので、表側ね注意しながら引っ張りすぎないように、はい、ゆるく祭り縫いしてください。
こちらも最後まできましたら玉留めをしまして、1目か2目縫ってからハサミで切っておきます。片方終わりましたら反対側も同じようにしてください。はい、完成です。スムーズにファスナーの開閉ができます。で、裏側もですね、結構襟のところですね、挟み込んで綺麗に処理しましたので、襟元だけねちょっと開けてきたりしてもおかしくないと思います。大きなセーターですね。若い時ならまだ着れるんですけど、私もそうなんですけど、年取ってくるともう本当に肩が凝るんですね。それで家ではもうやはり軽い着やすいものばかり着ちゃうんですけれども、やっぱり処分するのはもったいないのでね、こんな風に上着に変えてみました。上着でしたらね、多少重くても外出の時だけなので着られるかなと思います。今回はセーターをカーディガンにするお直しでした。簡単ですのでよろしければやってみてください。最後までご覧くださりありがとうございました。このチャンネルが気に入っていただけましたらいいねボタンをクリック、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。サブチャンネルのんびりリメイク日和もやっておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。